Yuta at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さてね、皆さん、ユータミのみんなはね、すでに知ってると思いますが、僕ユータのファーストアルバムのリリースがですね、10月26日、僕の誕生日に決まりました。わっしゃーいということでですね、そう、僕ね、もう30歳にね、なっちゃうんですね。はい。御年30歳。早いもんですね。誕生日にリリースということでですね、タイトルはペルソナになったんですけど、ね、前回ね、オフザマスクでね、マスクを脱いじゃえよって言ってた僕ユータがですね、今回ペルソナというね、仮面をつけるという、またこう、矛盾がね、生じている、アルバムになっているんですけど、なぜタイトルペルソナにしたかというとですね、オフザマスクで仮面をね、撮ってみたからこそ見えた景色というかですね、なんか、別に撮って、なんかこうね、本当の自分を見せたんだけど、そこからこう、俺的にはね、なんかこういう仮面をつけてみてもいいんじゃないかなとか、こういう自分もありなんじゃないかなみたいな固定概念がね、結構こう崩れて、前回のツアーなりね、いろいろなこうフェスをやらせていただいて、で、答えって一個じゃないな、ロックの答えって一個じゃないな、もちろん俺のね大好きな先輩だったり、ハイルさんしかりね、いろいろな人に影響を受けて、これがロックだっていうのはあったんだけど、実際やってみてね、いや、俺にしかできないロックあるんじゃねえかって改めて思えたんですよね。だからそんなユータがですね、今回このペルソナというアルバムのねタイトルリリースを思い込めてですね、全10曲、ロックはロックなんだけどね、全部聞きやすいようなロックもあるし、ちょっとポップなロックもあるし、自分の思い込めたロックもあるしね、またまた激しい曲もあるし、あとね、ホープのショーケースに来てくれた人は、この曲とうとう入ったんだっていうねことをこう思ってくれるような人も多分いると思うんですね。はい。だから多分懐かしい曲も多分入ってると思うのでね、皆さんぜひぜひたくさん聴いてほしいなと思います。リリースまでね、あと1ヶ月ちょっとということで、10月になったらもうちょっとね、詳しく紹介していきます。そしてその前に、まずはね、ツアーが始まります。そうだよ。ここはね、いろいろ考えております。僕歌。みんなに歌ってほしい曲ももちろんあるし、どうしたらね、みんながコンサート初日で一緒に楽しめるかみたいなこともいろいろ考えているので、おいおいね、みんなにそういうところは伝えていこうと思ってますのでね、10月2日、ツアー始まりますけど、皆さん楽しんでいきましょう。NCT127 ユータのユータアットホーム。さて、僕ユータのファーストアルバムペルソナのリリースまでね、あと数日となりましたが、アルバムのティーザー画像もね、少しずつ、公開になってますね。もちろんね、見てくれてるとは思うんですけども、今回はね、すごくたくさんのビジュアル、毎写真本当にね、違うコンセプト、違う僕をこうお見せしようと思って、ね、アルバムのタイトルがペルソナなんで、毎回こう違う仮面をかぶった、違うコンセプトを身にまとったユータをね、こうみんなにお見せできればなと思って、ジャケットもね、撮らせていただいたんですけど、前回デプスやってみて、やっぱロックね、もちろん俺のね、こう見てきた先輩たちのロックをやりたいっていうのがあったから、なんかそれにこう忠実でないとロックじゃないんだなんて思ってたんだけど、いやでもそうじゃないよなみたいな、なんか俺にしかねできないこの雰囲気の出し方だったり、音楽のね作り方だったり、声の出し方だったりっていうのを自分でこう作っていきたいっていう欲が前回の、アルバムデプスしかりホープでツアー回らせてもらって感じたんで、それを今回はね、それをこうしっかり落とし込めたかなと思ったので、ジャケットもそうだし、アルバムもそうだし、曲もねそうだし、だからすごくこう自分の中でね満足いってるアルバムになってます。なのでね、皆さん、ジャケットのイメージもそうだけど、アルバムもねしっかりね作り込まれた作品になっているので、たくさんの方に聴いてほしいなと思います。NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。さて今日は僕ユータによるファーストアルバムペルソナのセルフライナーノーツパート1ですね。はい。全10曲のアルバムを3週にわたってね紹介していこうかなと思っております。早速1曲目から、まずは先ほど聴いていただいたニューワールド。
この曲はですね、最初のソロデビューショーケースでも披露させていただいたニューワールドですね。はい。この曲はね、僕もすごく思い入れがありますよ。デプスのね、ショーケースツアーの1曲目。これね、どうにかこう派手にできないかというようなね、思いからこの曲をね、1曲目に持ってきた当時と変わらぬ思いで、今回のペルソナのね、1曲目に持ってこさせていただきました。ニューワールドね。歌詞もね、僕が書かせていただいたんですけど、ちょっとこう、俺の中二病心というかね、非現実的な歌詞といいますか、なんかそういったもの、神秘的なものだったり、なんかそこに込められたこう目に見えないような力をね、信じる僕だからこそこういうなんか世界観にしたいなという思いでニューワールドというタイトルを付けさせていただいたんですけど、サビはね、俺が王であなたたちがお姫様だよみたいなね、ちょっとこれもねちょっと中二病感満載ではあるんですけど、でもなんかこうね、1曲目どうにか自分のこう音楽だったり世界観を込められないかっていう気持ちが強かったのでね、結構歌詞は攻めさせていただきました。でね、みんなこれね、気づいてるか分かんないかもしんないけど、実はデプスの時に披露させていただいた時よりも半キー上がっております。これみんな気づいた人いたかな。気づかないかと思うんですけど、デプスの時はね、ちょっとキーが低かったので、それをこう自分の声に、今回は調整して、なおかつ少し、荒々しさも足して、ちょっとだけがなった声で歌わせていただいたりとかして、少しねバリエーションは加えさせていただいています。はい。歌詞もねちょっと修正したりとかして、また新しいニューワールドをね聴けると思うので、皆さんぜひたくさん聴いてほしいなと思います。そして続いての2曲目はですね、エンバー。この曲はですね、ペルソナのタイトルトラックになっている曲なんですけど、本当はね、ここもね、エンバにしようか、その他いろいろな曲があったんですけど、これもね、コンサートの MC で少しお話しさせていただいてるんですけど、エンバーって日本語で言うとね、残り火っていう直訳になるんですけど、ね、なんか少しこう、消された火みたいなね、イメージがあると思うんですけど、僕はね、なんかいつもその火をね、見るたびに、消え残った火にもかかわらずまだ残ってるこの少しのね、火の力強さみたいなのをね、すごく感じていてですね、だからこそなんかこの曲を聴いて少し諦めてたものだったり、少し怖くて手が出せなかったものだったりとか多分たくさんあると思うんだけど、それに対してもう一度向き合ってほしいというかね、そういう熱い思いが込められてるし、メロディーとね、トラックもすごいこう、王道 J ロックなんでね、なんかこう親しみやすさもね多分あるんじゃないかなと思ってですね、この曲を、タイトルトラックに選ばせていただきました。で、そうね、ミュージックビデオももう公開になっていると思うんですけど、皆さんどうですか？見ていただけましたかね？これね、すごい大変だった。実はね、特にどのシーンが大変だったかっていうとですね、崖のシーンでね撮ってる、あれどこだったっけ？日本のね、すっごい海の綺麗な千葉の、そうだ、思い出した。千葉のもう端っこのところで撮らせていただいたんですけど、すっごい、まずね、景色がすごく良くて圧倒されて、で、そこでね、ドローン飛ばしたりとかいろいろこう撮影をしていくんですけど、風がね、すごく強くて、もう顔中が砂まみれになったりとかね、鼻の中に砂が入ったりとか、耳の中に砂が入ったりとかしてすごく大変だったんですけど、でもこう出来上がりの作品を見るとね、頑張ってよかったなって思うぐらい本当に壮大だし、このエンバーというね、僕の込めた思いとすごくこうリンクしているなと思ってですね、ダイナミックな映像になってますので、皆さんぜひね、たくさん見てほしいなと思っております。で、このエンバーに関しては Stand up Just say yeah っていう部分がたくさん出てくるんですけど、ここはね、手を挙げてね、こう Stand up Just say yeah っていうみんなの絵を想像して作ったんで、できればね、ここね、みんなで歌ってほしいなと思います。なのでね、エンバーに関わらず、僕の曲って結構こういろんなところでみんなで歌える部分がたくさんあるので、そこはね、ぜひ覚えて一緒に歌ってくれればなと思っております。続いて3曲目は Two of Us。
はい、この曲もね、そうね、最初のね、ホープツアーから皆さんには聴いてもらってますけど、これもね、結構パワーアップしてね、前回の2 of Us とはまあ全然違う。歌詞もちょっと変えたし、ハモリをね、めちゃくちゃたくさん入れました、実は。これ聞こえるかなわかんないんだけど、これね、ディレクターはね、倖田來未さんの旦那さん、バックオンのケンジさんとね、一緒にこう、いろいろ試行錯誤をしながら作らせていただきました。結構ね、最近こう仲良くさせていただいてて、ロックもね、すごくたくさん作ってる方で、こういうラインにこういうハモリ当てはめたらもうちょいロックに聞こえんじゃないとか、ユータの思ってるちょっと世界観だったり、その曲のアタックの部分、インパクトの部分、こういう風にハモ入れたらいいんじゃないみたいなのを話し合いながら、結構この曲はね、こだわりながら撮りましたね。だから声の重ねもすごくたくさん多いし、実はだから前回のホープツアーよりも全然パワーアップしてる。だからね、この曲レコーディングしてちょっと喉いかれたしね、俺っていうぐらいレコーディングはね、結構こうシャウトもいっぱいしたし、が鳴ったりもしたし、まあこの曲が一番なんて言うんだろうね、トラックもそうだし、サウンドもそうだし、俺の声も一番激しい曲になったと思うので、 NCT ユータを知らない人が聴いても界隈の人にも刺さるんじゃないかなと思っているのでね、いっぱい聴いてほしいなと思う曲でございます。ということで、僕ユータによるファーストアルバムペルソナのセルフライナーノーツ、どうでしたでしょうかね。パート1、3曲紹介させていただきましたけどね、本当に俺の気持ちだったり思いだったり、たくさんのねノウハウが詰まった楽曲になってますのでね、皆さんたくさん聴いてほしいなと思います。それではいただいたメッセージを紹介しましょう。ラジオネームクレイジーシティ中本さん、ペルソナツアーの初日参戦してきました。ありがとう。やはりゆうたくんの表現者としての存在感が好きだと改めて感じることができました。そこでゆうたくんに質問です。ゆうたくんの書かれる歌詞には英語が多いことが特徴の一つだと感じています。それはゆうたくんの表現したいものが英語の方が落とし込みやすいからでしょうか。何か理由があれば教えていただきたいですというね、クレイジーシティ中本さんからのメッセージいただきました。ありがとうね。ペルソナ初日ね、東京すごく緊張したんですけどね、みんなのおかげでね、ほんと楽しめました。ツアーもまだまだ残ってますけど、ほんとね、一つ一つ毎公演毎公演めちゃくちゃ楽しくやらせていただいてます。確かにな、まあ英語が多いっていうのはなんかこういう感じない、なんか日本語で例えば悪口 P が入るような悪口とか言われることあるじゃないですか、子供の頃とかあるでしょ。でもさ、英語でさその言葉を食らった時ってさ、あんまダメージないことない？これ何が言いたいかっていうと、ちょっと日本語で言うとやっぱ日本語の意味を知ってるからこそ、なんかこう気むずくなっちゃったりすることもあったりとかしてね、そういう時は結構英語使ったりとかするし、あとは単純にやっぱね、こう音のりがね、やっぱりこう日本語だとね、少しこう音の数が少ないからどうしてもこうのっぺりしちゃうことがあるので、それをこう補うために英語を使うことが多いんですけど、でも最近やっぱ日本のね、有名なすごく僕のリスペクトするアーティストさんもそうですけど、いろんな人がこう日本語だけでも素晴らしいこうね、音のりを作ったりとかして、なおかつ歌詞に込められた意味だったりとかっていうのもすごくこう綺麗に作られてる方たくさんいるから、そこは僕もこう学ばないとなと思ってて、なおかつね、やっぱ日本で今はコンサートとかねさせてもらうことが多いから、ソロではね、だからこそこういつか日本語だけの曲、乗れる曲もそうだけどね、そういう曲を作れたらいいなと思ってて、それはね僕の一つの課題かなと今思っております。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。さて今日は僕ゆうたによるファーストアルバムペルソナのセルフライナーノーツパート2ですね。はい、今日はですね4曲目から、まずは Get Out of My Mind ですね。この曲めちゃくちゃ好きなんじゃない？みんな。俺ね、ライブやっててもこの曲めっちゃ好きっていうファンの人すごくたくさんいるの感じるし、なおかつ俺もめちゃくちゃ好き。この曲ね、実は少し世界線をバッドユーフォリアともつなげております。これね、
Hell you know くだらねえ世界とかRight now before the game is over とかも実はねバッドユーフォリアのI don't wanna fall in beautiful みたいなそういうちょっとこのやんちゃな世界観とつなげておりますこれだからこそコンサートでも Get out of mind からのバッドユーフォリアで終わるっていう流れにしてるのね、だから多分勘のいい人はこれ歌詞だったり世界観だったりね音楽性もそうに似てるしね繋がってるんじゃないかなと思ってくれた方いらっしゃると思うんですけど That's right その通りです Get out of my mind 気にすんなっていうねそういうことですサビもめちゃくちゃキャッチーだし繰り返されるところがあるんだよね Get out of my mind Get out of my mind っていうところが繰り返されるんだけどそこはねみんなで歌ってもこうすごくいいなと思ってるんだよね難しいんだよねでもねちょっとね早いからGet out of my mind, get out of my mind ここが難しいんだけどもう全然何でもいいよババ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 でもいいからねここは一緒に歌ってほしいなと思ってますこの曲とバッドユーフォリアに関してはもう知らないくだらねえ世界だっていうような思いを込めてこうねやんちゃなちょっとファンキーな感じでみんなと歌いたいなと思っておりますじゃあ続いてね5曲目のノックノックはいこの曲はですねツアーのリハ映像で一足早く聴いてもらっていた曲ですねバンドメンバーのみんなが作曲してくれたナンバーとなっておりますはいノックノックほんとみんな忙しい中ね LINE であでもないこうでもないって言って作ったんですけどとりあえず俺らだけで乗れるような曲1曲作りたいよねっていう話から始まってでそっからどういう作り方だったらハッカが作ってくれたのかな大まかな、ギターとメロディーラインはヒロムが作ってくれたのかな、サビが俺が作ったのかな、そうなんだけど本当バンドメンバーと話し合いながら作ってで俺がねちょうどこれファッションウィークでパリ行ってる時とかだったから時差とかもあったりしてすごく大変だったんですけど出来上がったデモを聞いた時にヒロムの声でね入ってたんですけどデモがめちゃくちゃ上がるやんこれってなってそっからこうブラッシュアップして歌詞もこう初めなんかいっぱいあったんだよノックノックじゃなくてなんかいっぱいあったんだけどでもノックノックがやっぱ良かったんだよねノック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 がやっぱ耳に残りやすかったっていうのもあったし初めねもっとなんかファンキーなやつだったんだけどでもちょっとキャッチーで可愛くてちょっとポップさもあるような楽曲だからノックノックにした記憶がありますねこれねやっぱライブでもこうタオル回したりとかノック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 っていう繰り返す部分があるからみんなも歌いやすいしこう音乗りもねすごく乗りやすい曲そこも計算したんだけどね俺たちがみんながどうやったらこう体を動かせるかなみたいなことを考えて作った楽曲なのでこの曲もねみんなと一緒に楽しめてよかったなと思ってますこれねドライブするとき一回爆音で聴いてみてマジで本当に爽快感あって素敵なロックになってますのでねぜひたくさん聴いてください、で続いては6曲目 When I Am Not Aroundアッパーな曲続きますけど爽快でもうこれも超オードロックっていう感じなんですけどこの曲はねもうみんなTwisted Paradise のシングルから入った曲だからもうご存知だと思うんですけどねこれはもう俺の思いを込めてというかね俺の周辺で誰が何を言うのと関係ねえやっちゃいなというねそういう曲ですよはいやっちゃいな歌詞書いた時も止められた記憶あるなこれやっちゃいなって何みたいな感じで言われたんでいややっちゃいないいでしょみたいな話をした覚えがあるんですけど今となってはやっぱやっちゃいないいいよねこの曲も僕すごく大好きなんですけどこの曲もだんだんこう聴けば聴くほどねノックノックとちょっと似てる部分もあったりとかしてジャンプとかできたりとかね体を動かすのがみんな慣れてきたんじゃないかなと思いながらコンサートでもね歌わせていただいてるんですけどなんかこう元気をもらいたい時にね聴いてほしい曲になっております、そして7曲目は If We Lose It All Tonight ですねこれねデモを聴いた時に女性のデモだったんだよねなんか初めねこれロックかみたいな感じで始まるんだけど始まりはねなーなな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 初め聞いた時にこれロックかみたいな感じだったんだけどでもサビ終わりのドラムだとドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥドゥドゥンっていうのが入ってきてこれ
ペルソナのアルバムっぽいなって思ったの。何がそう思ったかっていうと、ホープとかの時って俺もうゴリゴリもうこれがロックだろみたいなのをやりたかったんだけど、でもこうやっぱいろんなねことがあっていろんな経験させていただいて、やっぱ K-POP で培ったものだったり見てきたものだったりっていうのを取り入れて、ユータっていう新しいロックジャンル作ってもいいんじゃないかっていう思いから、この今回のアルバムのペルソナにつながってたから、こういう感じで始まるロックも別に俺はめっちゃ聴いてたかっていうとそうでもないんだけど、でもなんかあえて挑戦してみていいかもなと思ってこの曲を選んだのと、だからこそこう全てね、何か挑戦することで今夜俺たちが全て失おうと、俺たちは大丈夫だみたいなね、全て失ってもあいつらに勝ってやろうぜみたいな思いが込められててですね、今思ったら俺ステンダップ多いね。ステンダップのもほねんなステンダップとかね、なんか希望的なことというか、なんかこう曲作ったり歌詞作ったりするときにこうみんなのことを想像するから、やっぱこうみんなと歌った時に力強い歌詞にあった立ち上がろうとかじゃないだからステンダップっていう歌詞が多い気がするんだけど、ここもね掛け合いが多いから一緒に歌ってほしいなといつも思っております。はい、この曲もねすごく僕の思いが込められた楽曲になってますよね。いっぱい聴いて欲しいなと思っております。ということで僕ユータによるファーストアルバムペルソナのセルフライナーノーツパート2でした。曲についてね改めて言葉にしてみると、やっぱねいいですね。いい思いを込めて作ったなと思いますよ本当に。なんかね次パート3でね説明する曲とかもそうなんですけど、いろいろ結構ねこう前回とつながってったり、なんかそういう部分とかも結構しっかりこう考えて作ってるので、いっぱい聴いて多分気づきはたくさんあるアルバムになってると思うのでね、ぜひたくさん聴いてほしいなと思います。そしてね次回がラストになるので来週も楽しみにしていてください。それではいただいたメッセージを紹介しましょう。ラジオネーム真夏の朝日さん。ゆうたくんただいまお帰り。ソロツアー東京公演行ってきました。ありがとう。初日ということで何もわからない状態で見る公演はとても興奮したし、演出も照明も衣装も全てが美しくて、ゆうたくんに見とれたし、客席を降りて楽しそうに走るゆうたくんを見て、こちらも楽しい気持ちでいっぱいになりました。ゆうたくんありがとう。イリチルの他のメンバーペンの友達を2人連れて行ったのですが、終わった後2人とも楽しかったと大絶賛でした。嬉しいね、ありがとう。一緒に武道館も申し込みました。イエーイ、ナイス。ところで今回のアルバムはゆうたくんが全曲歌詞に携わっていますよね。はい。ゆうたくんは歌詞についてはどんなことを気をつけて書いていますか？前回のツアーでも歌詞の書き方についてお話ししてくれていたと思いますが、何か書き方は変わったりしましたか？もしよろしければ教えてほしいです。今回のアルバムも楽しみにしています。ゆうたくん大好きですというね、真夏の朝日さんからのメッセージいただきました。まずね東京公演、ありがとうね。武道館も申し込んでくれたということで、一緒に楽しもうね。アルバムの歌詞そうね全曲携わらせていただいたけど、変わったことはあんまりなくて、でも内容を先に決めて、コンサートの演出照明とかをだいたい頭の中でイメージして、この曲だったら俺こういう風にするだろうなみたいなことをだいたいこう決めて、そこから歌詞に入るかな。いろんな人とねチェックしたりとかはするんですけどそれで言うとね、今回も妹のね旦那さんに助けていただきましたよ。いろいろ時差もあるのにね、ちょっと歌詞教えてほしいんだけどみたいなのを言って、こう妹に翻訳してもらってね、この歌詞この方がいいんじゃないかみたいな、この英語なんかちょっとありきたりだからこっちに変えた方がいいんじゃないかみたいなのも一緒にこうやりながら書きましたね。そろそろこうリリックのとこに名前入れてくれって言われてるんだよね、俺妹に。私の名前入れないとあかんのちゃうみたいなことちょっと言われてるんですけど、ほんまにねそれぐらいこう助けていただいてますね。すごいよね。実の妹に手伝ってもらってるっていう。はい、そんな感じかな。あんま変わってないけどね、ほんと伝えたいことだったり、別に俺インフムとかもあんま考えてないしね。音乗りは考えるけど、なんか俺は日本語でイン踏むのあんま好きじゃないんだよね。こう意味がちょっと軽くなるような気がしてね。俺はね、
だからあんまそこは気にせず、書いてるかな。だからほんとね、次回こそは、今回も本当は日本語だけの曲を入れたかったんですけど、やっぱりね、僕のボキャブラリーと、まだ歌詞の、経験では、日本語だけで、やっぱ自分の満足できる歌詞が書けなかったということがね、今回ちょっと心残りではあるので、次回はね、ぜひバラードでも何でもいいんで、こう、日本語だけの曲を書きたいなと思っております。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。さて今日も僕ゆうたによるファーストアルバムペルソナのセルフライナーノーツパート3ですね。はい。今日でラストになります。ね、すごく好評のようでね、これラストですけどね、しっかり説明していきたいと思います。今日はですね、8曲目からですね、まずはポッシブ風、どうぞ。Let's getはい、この曲はですね、ホープのね、ツアーの時からずっと、歌わせていただいててですね、まあ、歌詞とかがね、ちょっと出てたから、みんながね、こう、歌ってくれてはいたんですけど、ようやく音源が出て、歌詞が出て、みんなとね、一緒に歌える曲になってきた感じなんですけどね。まあ、タイトルのね、ポッシブ風はですね、まあ、可能性っていうことですね。ポッシブっていうのは可能性。で、ブ風ってね、ちょっと泣くっていう意味もあるらしいんですけどね、なんかこう、悲しいこととか苦しいこととかあってもこう、前向いて、泣きながらでもね、前向いていこうぜ、みたいな、希望の歌詞があるんですけど、なんか、絶望を希望に塗り替えろとかね、不可能も可能も飛び越えろとかっていう歌詞があるんですけど、まあこうね、誰だって生きてるとこう、不安の中で、なんかね、もがくこともあると思うんですけど、まだまだ可能性あるよ。泣きながらでもまだまだ進めるよ俺たちっていうような、そんなね、ポジティブな僕のね、思いが込められてる曲なのでね、ファンのみんなとね、特にワーワーのところが音源ではすぐ終わるんですけど、結構長めに撮ってて、そこがね、すごくこう一緒に歌ってくれるとなおこう完成度がね、高まる曲なので、まだまだね、コンサートもう折り返し地点ですけどね、最後までね、一緒に歌ってくれればなと思っております。基本的にポップで明るい曲なのでね、ちゃんと心の奥に響く、そんなメッセージ性があると思ってます。じゃあ続いて9曲目の Twisted Paradise、 どうぞ。この曲はですね、僕のソロとしてね、最初にシングルでね、出した曲になるんですけど、まあ愛によってね、人は変われる。なんかちょっとした何かでね、歪んでしまった愛とか、人っていうのをこう表現した曲なんですけどね。まあタイトルの Twisted Paradise はね、日本語で歪んだ楽園ということで、なんて言うんでしょうね。見た目は綺麗だったり、見るものは綺麗だったりするんだけど、その中ではね、誰か傷ついてたり、汚いものがはびこっていたりっていうね、こう、何かの涙の上だったり、悲しみの上に成り立っている、こう、現代のね、楽園っていうかね、見せ方だけが、放送するのだけが上手になってしまったこの現代へ対してね、僕の思うことだったり、なんかね、一つの言葉だったり、全然ね、ラフにパッて投げた言葉が誰かの胸に刺さって、そのね、人が変わっていくようなことがあるよなって、こうずっと日々思っててですね、SNS とか見てくることで。で、ね、何が正義で、何が愛なんだろうっていうね、なんかことをこう思ってたので、正直、僕の、なんて言うんでしょうね、表現したい感じで、ちょっとダークな感じで、ミュージックビデオとかはね、作ったりしてるんですけど、まあ、正直言うと現代社会の矛盾とかね、まあ、匿名で誰かのことを傷つけたりとかね、そういう世界、まあ、そういうのが普通になってしまって世界へのこう憤りというかね、こうそういうのも少し込めて歌詞を書きましたね。じゃあ次行きたいと思います。最後ね、10曲目
To Love Someone ですね。明日を生きよう間違っていいから Even the broken can love someone It's true アルバムのねラストに持ってきたかった曲でですね、ロックバラードでタイトルの通りね、誰かを愛することっていう日本語でそういう曲なんですけど、結局こういろいろなね1曲目から9曲目まで絶望だったりなんかいろいろなことだ希望もあるんだけど、で Twisted Paradise がその前に来てて、少し変わったこうねじれた愛だったりっていうのを歌ってて、なんだけど結局紆余曲折あっても人って誰かがいないと生きていけないよね。何かそこになんて言うんだかな、肩を寄せ合ってというかね、助けを求めないと生きていけないよなっていうところから始まって、僕もねなんかこう韓国でねもう十何年生活してて、あんまりね人に対して興味を持ったことがね実は本当になくて、そこを何かの表紙で変わってしまったのかもしれないし、なんだけど人に対してこう何か特別な感情を抱くタイプでもなかったし、そこに対して期待する人間でもなかったんだけど、でもね最近こうまたいろんな人と会ってなんかいろいろね活動させていただいて、ソロもやらせていただいて、あ、俺ってこんなに人に支えられてるんだとかね、あ、俺ってこんなに人を愛してるっていうかね、こう愛せるんだっていう感覚が30手前になって分かってきて、そっから歌詞を書き始めたんですけど、実は言うとこれね Twisted Paradise ともちょっとだけつながってて、2番のね You can be like a star 何度だっていうというところがあるんですけど、それはねTwisted Paradise のサビから撮っててですね、なんかTwisted Paradise ってどちらかというとバッドエンドで僕は作ったんですけど、でももしその人がもしね環境だったり違う人と会っていてそういう言葉を投げかけられてたらその人はどうなってただろうとかっていうことをね考えながら作って、じゃあそういうことを言ってあげられるような歌詞をねどこかで入れようと思って、それをね2番に入れたっていう感じで、結構こう僕はね今回のアルバム Bad Euphoria とGet Out of Mind もそうですけど対になるようにね作ってます。だからそういうのもねちょっと別にそこまでね考えながら聴いてほしいというわけではないんですけど、そういったニュアンスも込めてますよというのがありますね。だからねこの曲はもう最後までこう本当にね自分の耳で聴いて感じて、でもしねこの曲で何か感じた愛だったり、ね、感謝だったり誰か大切な人に思いを伝えたいっていうね衝動が生まれたらねぜひこう正直にねその人に伝えてあげてほしいなと思っております。ということでですね、僕ゆうたによるファーストアルバムペルソナのセルフライナーノーツパート3でした。はい、どうでしたか。こういうね思いを込めて僕はね結構歌詞を書かせていただきました。今回のツアーではねもちろんペルソナの曲を中心に披露してるんですけどね、だんだん本当にねみんながこうアルバムが発売されたっていうこともあり、僕がいつも歌ってほしいっていうこともありですね、本当だんだんみんなの声がねイヤモニからも聞こえてくるようなね感じで、すごく僕自身も歌ってて楽しいし、僕もねすごくみんなの愛をね感じてます。でノックノックしかりねWhen I'm Not Around とかはタオル回すところとかもあるから、ちょっとね初めの方はみんな戸惑ってたりしてたと思うんですけど、だんだん慣れてきてねいい感じに温まってきたなと思ってこうツアーねやらせていただいてます。まだね折り返しなのでラスト武道館までね一緒に作り上げていけたらなと思っております。それではいただいたメッセージを紹介しましょう。ラジオネームコッテイさん、ゆうたくんただいまお帰り、ペルソナリリースおめでとうございます。ありがとう。全曲本当に大好きなのですが、特に心に響いたフレーズが To Love Someone の You can be like a star、 そう何度だっていう君は強くなれる You are shining like a star という歌詞ですね。素晴らしい。さっき話した通りですけど、ゆうたくんはきっと素敵な家族や友達にこんな風に励まされたのかなと思いを巡らせてしまいました。そして私も誰かを優しく照らせる人でありたいと思いました。嬉しいね。そう思ってくれたらすごく嬉しいですね。これからもゆうたくんの音楽と言葉にたくさんの勇気をもらいながら、毎日を大切に過ごしていきたいです。ゆうたくんいつも私たちに
たくさんの愛をありがとうというね、コッティさんからとメッセージいただきました。ありがとう。そう、You can be like us さ、そう、何度だっていう君は強くなれる。意外とね、思ってても言えない言葉っていうかね、あるじゃんね。伝え方だけがこう、下手くそになっていくね。どんどんこう進歩していってさ、過ごしやすくなっていく日常なんだけど、でもほんとね、こんな原始的ですぐ言えそうな言葉がね、どうしても出てこないっていうね、この現代社会で。ね、誰か一人、ね、誰でもいいからこういう言葉を伝えてあげればね、なんかこう、ちょっとずつ、別に世界がどうっていうことじゃないんだけど、なんか、ね、自分の大切な、自分の手の届く人たちがさ、少しでもこう、いい気持ちだったりさ、何か前向きな気持ちになれたらいいじゃんね。ほんとそういう思いで作らせてね、いただいたんで、嬉しいですね、To Love Someone。To Love Someone はちなみに、年末ぐらいにちょっと僕がね、To Love Someone 用の少しこうストーリーのあるね感じの動画も出そうと思っておりますので、そちらの方も楽しみにしといてほしいなと思ってます。今回もねメッセージたくさんありがとうございました。ということでメッセージはゆうた@4の番組ホームページにあるメッセージホームから送ってください。 SNS のハッシュタグは英語でゆうた@4です。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうた@home、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバイ。この番組は英語とずっと未来でもっとアサヒウィークリーデジタルの提供でお送りしました。